実験大好き MNF です。今回は中古無線機購入のメリットということで、年代、金額別に考える。金額別っていうのはね、作られた年代、それとランクですね。それらを考えながら、お得とリスク、これらがね、もうお互いに交差していると思います。中古のお得を体感せよということで、夢を追いかけるのか、現実路線で考えるのか、中古無線機の闇を少しだけ深く紹介していきたいと思います。中古無線機の市場をね、5つほどの分野にね、分類してみました。広く浅くっていうことで、まずね、現代から2010年。で、あとはね、10年刻み。で、最後にね、ファイナルのび真空管の無線機、ちょっとだけ紹介させていただこうかなと思います。まず、現行からね、2010年ぐらい前の無線機。この辺の無線機はね、メーカーで修理対応していただける機種っていうのがかなりまだ多い部類じゃないかなと思います。ディスプレイも大型ディスプレイ。今の無線機に通じるようなね、機能をたくさん搭載している。もう2010年ぐらいからはね、かなりね、ニアリーな無線機が増えてきてるんじゃないかなと思います。高周波の回路からね、DSP がもう搭載されてます。今の無線機ともね、比べても十分ね、使っていけるだけのね、性能を持っているんじゃないかなと思います。新技的に対応してます。各種の申請がものすごく楽ちんだと。ここがね、ある意味一番の特徴じゃないかなと思います。次が2010年から2000年。メーカーの修理対応がね、ほぼ終わってる無線機がこの辺からじゃないかなと思います。この当時からもう初期の DSP ということで、AF 段、2000年ですね。2000年前後ぐらいからね、AF 段の DSP。で、そこから後にね、IF 段の DSP っていうのが逐次ね、この時代にね、たくさんの無線機に搭載されてきたんじゃないかなと思います。機能面でもね、非常に優れた無線機、全然今でも使える無線機がね、この中に多数あるんじゃないかなと思います。ここの無線機の一番難しい点なんですけど、新技的と旧技的。同じモデルでも結構混ざっているものがあります。この辺ね、注意が必要かと思います。で、その一つの境目っていうのが、2005年11月30日。これをね、一つの境目とされているようです。無線機の後ろ側とか見るとね、こうマーク入ってると思うんですけどね、新技的、旧技的、このマークで区別ができるかと言いますと、実際できないっていうのが正解だと思います。1995年3月まではこういう古いマーク。それ以降はね、この新しいマークっていうことで、マークは確かにね、2種類存在してるんですけど、新技的、旧技的でもね、マーク自身はね、こちらのマークが採用されているので、見ても結構わからないと。同じモデルでもね、技的番号、新旧で異なる無線機っていうのがあります。やっぱりそれの代表的な無線機が、やっぱり FT の817ですね。超ロングセラーの無線機だと思います。新技的ですと、こちらの方、002KN453。で、古い技的ですとね、KN294、米っていうことで、製造番号とかがね、入ってた時代もあったんじゃないかなと思います。技的のこの番号を見て、新か旧をね、識別しないと、あと申請がね、ちょっと大変になるようなね、事態が考えられます。機能面でもね、この辺の無線機でも結構十分と思われている方、多いんじゃないかなと思います。お得感はね、やっぱりこの辺の無線機っていうのは結構高い部類じゃないかなと思います。ただね、故障した時がちょっと大変かな。最後の砦のメーカーさんのサポートが受けれないというのがね、やっぱり一番心配じゃないかなと思います。旧技的でしたらもうそれ以降の無線機も一緒です。ちょっとね、保証認定、保証をね、かける必要がありますので、もう一つ別の機関の方にね、若干のお金と書類を回さないといけないのでね、申請が少しね、手間取る傾向にあるのもね、この頃の無線機がね、一つの特徴じゃないかなと思います。2000年から1990年。もうメーカーの対応はね、ほぼ終わってるんじゃないかなと思います。まさにね、この時代がアマチュア無線の黄金の時代ですね。もう皆さんね、もう本当に入門から高級機種までね、多数の機種がこの時期に発売されたと思います。とにかくね、多くの機種があったと思います。ハンディ機とかですとね、1年に一遍どころか一部のモデルでしたらね、派生させたりして半年に一遍なんか出してた時期もあったと思います。本当にね、ハンディ機、モービル機とかね、非常にね、多くのモデルが存在してね、キーボードがあるやつとないやつとかでね、デザイン違いで結構多くの無線機が出ておりましたのでね、この時代の無線機っていうのはね、非常に面白い無線機も多かったんじゃないかなと思います。高周波の回路ももうすでに確立されているような状態。最低限のね、電子化っていうか、IT 化ですよね。コンピューターはすでにもう搭載されております。使い勝手もね、この頃の無線機っていうのはメモリー関係も結構いい機種がね、多かったんじゃないかなと思います。この頃の無線機っていうのは DSP がまだありませんので、
フィルターがないとね、ちょっと困ったなっていうことでね、敬遠されている方も多いんじゃないでしょうか。フィルターがね、あるかどうかでね、結構使い道が変わってくるっていうことでね、気にされている方も多いんじゃないかなと思います。当然ね、中古市場でもフィルターっていうのは入手可能なんですけど、油断しますとね、買った無線機の半値ぐらいの値段になっちゃうようなこともあるのでね、ここのフィルターの有無っていうのは結構重要じゃないかなと思います。旧技的、またはもうないようなやつになってきますのでね。手続きはね、もうここの無線機になりますと一緒になると思います。頑張ってね、ちょっとのお金と、あとはね、ちょっとの書類をね、作成する必要があるんじゃないかなと思います。1990年から1980年。私がちょうどこの世代なんですけどね、この世代なんですけどね。メーカー対応もね、もうすでに終わってます。でも、機能面とかね、性能面もね、この80年ぐらいからこう90年って一気にぐわーっと上がっていった時代ですよね。今じゃ当たり前なんですけどね、でね、カバー希望とかメモリーがたくさんあります、AB とかいうのもね、この時代に一気に伸びてきたような形ですのでね、まさにね、性能的にはね、一気に向上して、今の無線機に通じるものもね、多数ありますので、結構使える無線機っていうのは正直言えば多いような傾向だと思います。ただ経験上なんですけど、やっぱり故障の有無もあるんですけど、やっぱり再調整はちょっとした方がいいんじゃないかなっていうのは感じますね。ちょっとだけなんですけどね、あまりたくさん触ると良くないんですけど、再調整はね、この辺の無線機、多少は考えておいた方がいいんじゃないかなと思っております。ファイナルのみ真空管式。まさに私がね、体験してた FT のね、830とか FT の 102ですよね。102好きな方って多かったと思うんですけどね。6146B っていう真空管が、こっちの方はね、100W 機は2本しかなかったんですけど、こっちの無線機はね、3本積んでると、1本多いんですよね。3本ありますので、余裕があるので、いいね、電波の質の 100W が出せるっていう話もあったんですけどね、やっぱり3本ありますので余裕があります。その余力を違う方向に向けるような形の改造っていうのもね、一時期この102って流行った覚えがあるんでね、まさにこの時代の無線機っていうのが、黄金期の真空管、最後の黄金期ですね。この辺のね、真空管製の無線機っていうのは、骨董品っていう歌が失礼ですけどね、まだまだ現役では使えると思います。間違いなく。ただ、運用前のね、やっぱりチューニング。これがね、面倒と思うか思わないのか。それとあとね、無線機のやっぱり若干の再調整と、やっぱり真空管の予備は欲しいなと思います。パワーが落ちてきますとね、真空管が劣化してるのかしてないのかっていう判断をこの真空管がないとできないので、もう気にしない方はいいんですけどね、できればね、予備の真空管一式ぐらいはあるといいんですけど、逆に真空管っていうのもほっとくとね、劣化しますので、もうこれも言いたくはないんですけどね。1年に1遍ぐらいはヒーターを入れてね、真空度を高めるという話があるような、そこまでせんでもええという話もあるんですけどね、でも掘っててもよくは絶対にならないもんですのでね、真空管の予備を持ったは持ったでね、負のリスクっていうのも伴います。バンドスイッチもね、へたってるものもあるんでね、昔はこれバンドカチ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 ダイヤルで回してましたんでね、古い方だとテレビのチャンネル、あれと一緒なんですけど、このバンドスイッチがへたってるとね、本当にニッチもサッチもいかなくなるんでね、この辺の無線機っていうのはね、骨董品って言ったら怒られるんですけどね、やっぱ価値の分かる方のみね、手に入れて使っていただくようなね、無線機じゃないかなと思います。中古のお得度はっていうことでね、ちょっと説明させていただきます。中古で語るとしましては、やっぱり価格重視、現実路線でね、私はお話ししたいなと思っております。骨董品的な価値はね、残念ながらあまり持ち合わせておりませんのでね、できるだけ価格重視、現実路線でね、お話ししようかと思います。価格的メリット。もうこれはね、皆さんそうですけど、新品より高いと意味はないという方が結構ね、多いと思います。やっぱり価格は安くないと、中古のメリットないと思っております。で、機能面も問題なし。当然そうですよね。せっかく買ったのに、使えない無線機、機能的に明らかに劣ってる無線機っていうのは使わなくなってゴミになりますので、すぐにでもね、運用に使えそうな無線機っていうのがね、購入の動機だと思います。故障が少ない。もうこれもそうですよね。故障するのが楽しみっていう方も中にはおると思うんですけど、私は結構故障するのが好きな方だったんですけどね。故障したらね、倒さないと次々なお壊れていくんでね、もうやっぱりね、故障は少ない方が気が楽だと思うんでね、今回はね、この故障が少ないっていうところも考えていきたいと思います。申請がしやすい。もうここが微妙なんですよね。審議的か、審議的でないのか。もうここだけなんですけどね。ある程度まで来るとね、ちょっとここの申請のしやすさっていうのもね、気になるんじゃないかなと思っております。
金額ベースのね、お話っていうのも簡単にした方がいいと思いますので、ちょっとだけね、させていただければと思います。まず価格的なメリットでね、今回はHF の無線機ぐらいを代表にします。当然ね、UV になりますと、この辺の価格帯っていうのも変わってきますけど、皆さんね、よく見る HF の無線機あたりをね、一つのベースとして考えていきたいなと思っております。現行に近い機種って言いますとね、やっぱり10万円前後。例えばですとね、FT の 991A ぐらいがね、この10万前後、ちょっと切るぐらいですかね。新品がもうちょっと済んで非常にね、悩ましい価格帯っていうんですか。この10万円っていうのはね、悩ましい価格帯だと思います。あとはね、現用でも使える5万とか、夢と現実3万円。で、修理覚悟の1万円ということでね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。10万円コースです。現行のね、中古機、まさにね、カタログに載ってるスペックの無線機もね、変えてしまうのがね、この価格帯じゃないかなと思います。販売店の保証付き。当然ね、販売店さんが出されている場合ですと若干は高くなるんですけど、それでもね、販売店の保証付きの無線機っていうのもね、全然買える価格帯じゃないかなとは思うんですけど、やっぱりね、予算不足気味、微妙なんですよね。もうちょっと詰めばね、新品の無線機も買えるんで、中古の無線機を買う必要があるのか、メーカー保証がない、メーカー保証って言ったら1年ですからね、これは非常に手厚い保証だと思いますので、その1年の保証をね、蹴ってでまで中古機買うのかって言われるとね、非常にね、やっぱりここで迷う価格帯じゃないかなと思います。ある意味割高な中古になる可能性もあると。失敗するととにかくショックが大きい。例えばですけれど、メーカーで修理に出せばね、大抵のものは直って帰ってくると思うんですけどね、最低でも2万とか、下手すると3万円コース。なんかもうここまで来ると新品買えちゃうんじゃないかなみたいな形になるんでね、やっぱり修理に出すことを考えてしまいますとね、その出費考えても痛いのかなと。微妙なんですけどね、運が悪いと部品なしで修理不能で帰ってきてしまう無線機もこの時代のにも一部ありますので、購入される時にメーカーの修理が受けれるかどうかっていうのもね、重々ね考えた上で、このリスクですね、どれぐらい金額かかるんかっていうのもありますので、ぜひともねそういうリスクも考えながらね、この10万円プライスっていうのはね攻めていただければと思います。5万円コース、まさにねこの5万円、運が良ければね、もう現行機種と運用面ではねもう大差ない。ほぼ5万円出せばね、この DSP というデジタルシグナルプロセッサーですね、これがついたものは多分5万円あれば購入できそうな価格帯に突入しますので、現用のね無線機として使える狙い目がねこの価格帯じゃないかなと思います。2000年から2010年前後の無線機が該当するんじゃないかなと思います。弾数は多い、程度も本当にいろいろ、運が良ければね綺麗な無線機もありますし、もうガタガタ汚いべちょべちょの無線機もあると思います。この辺の無線機の特徴としましたら、調整不要で使えそうなものは結構多いんじゃないかなと思います。逆に言うと調整できないっていうんですか、この辺はねまた後日ご紹介しようかなと思うんですけど、この辺の無線機ってなかなか調整もできなくなってますので、簡単に逆に調整もできない上にあまり調整点も狂わない傾向なので、ある意味ね買っても再調整の必要はないんじゃないかなと思います。ただある意味この頃の時代からがね修理が難しい、部品自身もねチップ部品になってきているので、入荷の難しいねチップとかが飛びますとね IC がもう本当に痛いところじゃないかなと思います。正常に動けばねやっぱりお得度満点っていうんですか、やっぱ5万円でね結構いい機械手に入りますんで、ちゃんと動けばねこの辺の無線機っていうのはね狙い目じゃないかなと思います。次はね3万円コースになります。運が良ければねもう現行機種と実用面で大差ない。ただ3万円まで落ちますとね、やっぱり DSP がない、あっても AF タイプがあるかないかぐらいでね、結構ね微妙な時期の無線機が多いんじゃないかなと思います。この辺の無線機になりますとね、運が悪いとゴミになってしまうと、修理しようにも修理できない、使おうにも使えない、中途半端な無線機もね確かにこの3万円クラスには結構混じってるんじゃないかなと思うんですよね。売る側も買う側もねこの3万円っていうぐらいがね多分一番油断していると思いますので、売る側は多少動かんでも許してくれるだろうと、買う側は3万円ですからね動かんと困るだろうっていう形でね交差している価格帯でもあると思うんでね、結構このね3万円部類の無線機っていうのはね運に任せてねラッキーですとね非常にグッドな製品が手に入る、まさに5万円より面白いのがねこちらの3万円かもしれないと思います。
この辺の無線機っていうのが1990年からもう2000年ですね。弾数はね非常に多いです。ものすごく。で程度も本当にいろいろ。無調整でも使える使えない、この辺が微妙なんですけどね。まあでもこの辺の無線機はねまだ調整せんでも結構落ち着いてる無線機が多いので、下手にねわからないようでしたらねサーランでも使う分にはねほとんどね問題にならない無線機がね多かったようなね感じじゃないかなと思います。修理もね不可能か可能かで言いますとね、だいたい2000年ちょい前なんですけどね。でこちら側でしたらね結構修理もねできると思います。故障すべき部品が故障してきますんでね、この辺は注意がいるんじゃないかなと思います。この辺の価格帯やっぱ5万に対してね3万円になりますと、出品者の思いと落札者の思いがだんだんずれてくるっていうんですか。やっぱり出版する方はねもう無線機古いですと、まあ動くと思うけどほどほどにしてくれっていう気持ちは合うと思うんですけどね、買う側からすると3万円です。ゴミは買うことできないと思うんでね、ちょっと厳しめになってくるんじゃないかなと思うんでね、そこでやっぱり意見の不一致っていうんですか、動くっていう定義も非常にね難しいと思うんでね、3万円の無線機っていうのがね正直言いまして一番ブラックっていうんですか、微妙、うまいこと当たればね超ラッキーなんですけど、お互いのね思いがちょっとでもずれてるようですとね、こんな無線機が来やがったみたいにねなるのがねこの3万円クラスで、なおかつ1990年からね2000年前後のね無線機じゃないかなと思います。で次はね一番私の1万円コースについて説明させていただきます。1万円コースっていうのがねだいたい1980年から1990年ですね。私が一番アマチュア無線が好きだった時代なんですけどね、この辺の無線機っていうのがね一番ある意味面白いんじゃないかなと思います。ただし再調整はねかける気持ちはいると思います。やっぱり微妙にね調整点がずれてますね。ほとんどの場合ですとちょっと動かせばねもう驚くほどね感度が良くなるんですけど、そのちょっとの調整が必要になることが結構多いんじゃないかなと思います。でね多少のね修理は可能、比較的ね使ってる部品もアマチュアの方でもね扱いやすい部品、まあゲジゲジ IC とか言うたら分かると思うんですけどね、チップ部品ではありませんのでね、ある意味この辺の価格帯っていうのがね一番簡単でね楽しい価格帯じゃないかなと思うんですよね。まさにねジャンクを極めるじゃないんですけどね、動くか動かないかというと多分売る側も微妙、買う側もいい感じでね1万円でしたら微妙だと思うので、お互いにねギブアンドテイクの関係が成立するっていうんですか、多少動かなくても多分この1万円のものに手を出す方っていうのは大なり小なりね調整とか修理をしようという思いがあってご購入されると思うんでね、ゴミを買っても諦めがつくのがねこの1万円クラスじゃないかなと思います。あとファイナル真空管コース、ここがね私も一番好きなコースだったんですけどね、飾り記念ならねぜひともね1台ぐらいはねアマチュア無線化です。真空管の無線機をゴーンと置きたい気持ち、皆さんね古いね OM さんでしたらね結構あるんじゃないかなと思います。買うならねこれ正直言いましてね、私もねもう 100W 機が欲しいと言いたいんですけど、過去の経験ですとね意外と 10W 機がお得だと感じております。とにかくね 10W 機っていうのは酷使されてない無線機が本当に多いですね。意外とね程度がいいもんが多いです。バンドスイッチ真空管含めても本当のね定格の 10W で使ってる方っていうのはだいたいこの当時でしたらね 10W 機買うてもほとんどの方が 100W 機に改造で 100W に改造したけど間違っててファイナルをダメにしたっていう話もあるぐらいですのでね、 100W 機でもねメーカー純正に 100W 機と10W から 100W のね改造機だと値段がね若干違うとは思うんですけどね、私としてはねもう使わない飾りと考えればね意外と 10W 機っていうのがね後々手間がかからないおすすめで、なおかつ中古の値段もねさらにね 100W 機より安い傾向ですのでね、ある意味ね 10W 機っていうのもね狙い目じゃないかなと思います。まとめの方をさせていただきます。中古無線機のチョイス本当にこれ難しいと思います。お金の捨てる気持ちもね結構大切じゃないかなと私は思っております。やっぱ怖いようならねやっぱ新品メーカー保証1年これ最強ですからね、これがついております。ショップさんでしたらね1ヶ月か3ヶ月ぐらいのね中古保証ついて販売されてるね販売店もありますので、そういう無線機をね購入されるのもねもう一つの手じゃないかなと思います。オークションの醍醐味でしたらね正直言うたら今は1万から3万円ぐらいがね一番の面白いところじゃないかなと思っております。この価格帯っていうのがもう本当のババ抜きっていうんですか、ババ引いちゃうと大変なんですけど、意外とねこの1万から3万円クラスのババっていうのは引いても簡単なね再調整
で簡単な修理技術があればね、意外とこのババ引っこ抜いてもなんとかなるっていうんですか。逆に言いますとね、5万から10万のババ引いた時が一番タチが悪いっていうんですか、ショックが大きいんですけどね、1万から3万円ぐらいのババ抜きはね、ある程度見たらリスクも管理できます。その辺のね、また簡単な調整技術とか、こういう修理技術っていうんですか。まあ、都度はね、またご紹介していきたいなと思うんですけどね、一番のね、私は醍醐味っていうのはね、この1万から3万円ぐらいがね、一番楽しいんじゃないかなと思っております。今回はね、アマチュア無線機の簡単な歴史とかね、中古機の価格帯によるね、問題点みたいなのもね、ちょっとご説明させていただきました。非常にこの分野ね、奥が深いのと必ずついて回ってくるのがね、ババ引いた時の対策、要はね、ここも重要になると思います。調整、修理も大切になると思いますので、この辺もね、ちょっとずつ紹介していきたいなと思っております。おそれでお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。